皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回の卓球知恵袋は質問をいただいています。いつもできるだけレシーブでは攻撃的に上回転にしてそこからラリーに入りたいなと思っているんですが、毎回うまくいきません。一流の選手はほとんどレシーブミスをせずにプレーに入っているような、感覚があるのですが、何か秘訣があるのかと投稿してました。よろしくお願いします。ということで、一流選手のその上級者ですね、レシーブについてちょっとお話をしていこうかなと思います。これは私自身が思うところなので、もちろんそのトップ選手によって考えている部分っていうのはちょっと違う部分もあると思うんですけど、そこは私流ということで、ご了承をお願いいたします。今回の、内容はいつもやっているような技術、例えばフォアハンドの仕方とかそういう感じではないんですけど、やっぱりレシーブが上達したい人はどうしたらいいかって悩んでいる方すごい多いと思うんですね。なので今からお話しする中で自分には何が足りていないのかなとかっていうふうに考えてもらうことで、そのレシーブっていうのをうまくなっていく、その解決するポイントになるんじゃないかなと思うので、よろしくお願いします。まずですね、では早速本題の上級者のレシーブっていうところに入っていくんですけど、まず上級者は何が違うかというところですね。まず一つ目、技術力です。これは当たり前やんって思っちゃうかもしれないんですけど、まず技術力何が違うかって言ったら、まず一つ目、種類ですね。いろんなレシーブの種類ができる。例えばストップ、つっつき、フリック、流しとあっていろいろあるんですけど、それぞれいろんな回転でできたりとか、フリックだけでも一つだけじゃなかったりとかしますね。あとはスピードを変えたりとかっていうことで、レシーブの種類がとても多いなと思います。で次にその質がとても高いですね。ですごい速いスピードのフリックができたりとか、ミスをしない、ある程度一定のサーブに対してはミスをしない、その質の高さですねっていうところと、いろんな球に対して1個の技術をできる、これがすごいトップ選手っていうのはすごいんじゃないかなと思います。例えば同じフリックでも上回転に対してもできる、ナックルに対してもできる、下回転に対してもできる、横回転に対してもできる。で例えばフリックで例えますと、自分たちのレベルだとすごい思いっきりバチッて切られた時、思いっきり下回転をかけられた時、やっぱちょっとフリックしたらネットミスするんじゃないかな、落ちるんじゃないかなって思っちゃう。でもトップ選手っていうのはそういうのを苦にせずに、それを持ち上げれる技術力があるっていうのが、技術っていうところで一番私たちと差がある部分なのかなと思います。で次に上級者と違う部分っていうのは、来たサーブを判断する判断力ですね。回転、スピード、コース、長さとかですね、そういったものの判断するスピード、判断力っていうのが、正確でしかも速いっていうことですね。これがしっかりと速いから、やりたいことができるっていうのはもう間違いなくあると思います。で特にですね、そのコースで自分たちはもう短いなと思ってパッてつっつきに行ったりとかしても、実は台から出ていたとかっていうケースすごい多いです。やっぱりその試合を観戦していても、あれ打てるのにとかって思っちゃうことは結構あるんですけど、その実際やるっていうのはすごく難しくて、その上級者の選手っていうのはそれがしっかりと見極め判断っていうのはできてるなって印象を受けます。で3つ目の違いは、とっさにタッチを変えることができます。これどういうことかと言いますと、ほんの当たる瞬間ですね。これはもうレシーブ以外の技術何でもそうなんですけど、手元まで球が飛んできて、例えばチキータしようと思ったら、思ったよりサーブが切れた、この手前に来るまでほんのギリギリまで分からなかったっていう時に、普通の選手だとそのままもうスイングを変えれずにチキータしてしまう。でも上級者の選手っていうのはそこで切れてるからちょっとすくうようにチキータしようとか、もうほんの当たる直前のところで感覚を変えられるっていうイメージがあります。これはもちろんここで判断できる判断力があるからとも言えるんですけど、普通の選手だとやっぱりこうしようと思って入ったらもうそこから切り替えれない、
もう一直線にそのまま行ってしまうっていう感じがあるんですけど、上級者の選手っていうのはよしチキータしようと思ってから当たるギリギリのところまでですね感覚を変えれるっていうのがありますね。やっぱりそれはもう練習量とか経験とかっていうものによるとは思うんですけど、そこが違うかなと思います。ということで、今回、上級者のレシーブの秘訣というところですね、私なりの見解で3つ紹介させていただいたんですけど、もちろん自分にとってその3つの要素のどれが足りてないなって思う部分があると思います。で、普段の練習でその部分を重点的に強化する。例えば技術力が足りないんだったら、まずは技術を極める。例えばすごい判断が良くて、これは下回転だ、これは台から出るなとか思っても、例えばそのレシーブ技術自体が実はあまりうまくなくて相手のコートに入らないとかっていうのだったら意味がないので、どれが欠けていても上級者のようなミスなく、しかもいいレシーブっていうのはできないと思うので、ぜひ自分に足りない部分っていうのをちょっと意識しながら、またそのレシーブ練習をするときに自分は何を強化するつもりでレシーブ練習してるんだ、何が足りなくてレシーブ練習してるんだっていうのを考えながらですねやってもらったら、より一層練習の効果っていうのも期待できるんじゃないかなと思いますので、ぜひそういう形でやってもらったらいいかなと思います。ありがとうございました。